皆さん、こんにちは。社会保険労務士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラーの飯森です。充実した毎日を過ごされていますか？今回のテーマは、努力をしている姿はこの上もなく美しい障害者の C 君という話をさせていただきたいと思います。テーマの内容につきましては、1番目、精神障害者が増加しています。2番目、障害者雇用がうまくいかない理由。3番目、障害者雇用がもたらす好影響についてお話をさせていただきたいと思います。それでは1番目、精神障害者が増加していますというお話をさせていただきたいと思います。私がハローワークに勤務していた時、約7年間障害者担当をしてきました。その中で特に印象的なことと申しますと、精神障害者が増加していって、非常に業務が大変だったということを記憶しております。毎日毎日職業相談をしていくわけなんですけれども、精神障害者が抱えている問題というのは非常に深刻な問題だということがよく理解できました。それではどのように精神障害者の方が増加しているかといいますと、こちらの表を見ていただけるとよくわかるかと思いますけれども、これは精神疾患を有する外来患者数の推移ということで、厚生労働省が出している資料なんですけれども、これを見てもわかる通り、2002年223万人だったのが、2020年に586万人ということで、2.5 倍以上に増加していることがわかります。これはなぜかと言いますと、非常に厳しい社会背景があるのではないかなというふうに思っております。特に2017年から2020年の間におきましては、増加率が非常に高くなっています。このように人間の心を非常に厳しい状態に置いているというのが現代社会ではないかなと思います。そしてこの傾向はしばらく続いていくのではないかなというふうに考えております。その対策として、やはり一人一人の精神障害者と向き合って就労を支援していくということが非常に大切なことではないかなというふうに思っております。それでは2番目、障害者雇用がうまくいかない理由というお話をさせていただきたいと思います。私もいろいろな会社を訪問し、いろいろなお話をハローワークに勤務している時から伺って、その話の内容をうまく分析しながら、どのようにすれば障害者雇用がうまくいくのかということを日々考えておりました。また今現在も
社会保険労務士やキャリアコンサルタント、産業カウンセラーとして各企業様を回らせていただいております。その中でいろいろな相談を受けますが、障害者雇用というのも一つの大きな相談の中身になっています。皆さんもご存知の通り、法定雇用率というのがありまして、現在 2.5% の障害者を雇う義務が企業にはあります。その中でどうやって障害者とうまくやって労働生産性を高めていくのかということが各企業の問題になっています。その中で障害者を雇用しない理由というのがこの障害者雇用実態調査結果の中から出ています。一番多いのが当該障害者に適した業務がないからというのが一番多くなっています。私も障害者雇用を担当していた7年の間にいろいろな相談を企業から受けました。本社から何とか1名障害者を雇って工場内の勤務をしてもらえないかというようなご相談をはじめ、いろいろな相談がありました。その中から一つ申し上げることができるのは、障害者に適した業務がないからということで、障害者雇用をしなくていいということにはならないということです。ですから、どうすれば障害者に適した業務を作ることができるのかということが一番大切になってくると思います。私が相談を受けた工場長から何かいい方法はないかということで相談を受けました。その時に一つ提案したのが、全従業員からタスク、仕事の内容ですね。仕事の業務。その内容を一つ一つ皆さんに書いてもらって、その中で障害のある方ができると思われる仕事、または手伝っていただいたら非常に生産性が上がると思われる業務、そういったものを書いて提出してもらってはどうかというお話をさせていただきました。なかなか人事担当者や責任者の方が見渡しても障害者に適した業務というのは考えつかないというケースが非常に多くあります。その中でどのようにしたら障害者に適した業務ができるのかということは、社員一人一人に、従業員一人一人にやはり提案してもらうということが私は一番大切なことではないかなと思っております。また日頃やっている業務の一つ一つを洗い出すためにもそういった作業を一度やってみるということは有益になるのではないかなということで工場長にお伝えしてみてどうですかということを提案させていただきました。工場長もちょっと考えていましたけれども、それではちょっとやってみましょうということで、
やっていただくような話になりました。やってみると案外、いろいろな提案と意見が従業員の方から出てきたということで、工場長が喜んでいました。で、その中から一番いい提案を中心に業務を精査し、障害のある方にやっていただこうということになって、こういう仕事だけれどもいい方がいないかという相談を受けまして、求職者の中からその業務に最も適している方を推薦させていただいて、そしてチームとして支援させていただくということで、私も含めて障害者職業センターのジョブコーチなどにも協力していただきながら、トライアル雇用から始めさせていただきました。初めはいろいろと問題がありましたけれども、そうやって皆さんから出た意見の中から業務を作り出したということで、従業員の皆さんも協力してくれるというような良い循環といいますか、皆さんからのサポートも受けながら、しっかりと障害者の方が業務に慣れ、定着していったということもありました。業務がないからできないということではなくて、業務がないなら何とか作っていこう、想像していこうという考え方が非常に大切なのではないかなというふうに考えられます。その他にもいろいろな好事例はありますけれども、一番大切なことはそういった認識に立つと、そういった考え方を持つということが非常に大切なのではないかなというふうに思っています。3番目、障害者雇用がもたらす好影響という話をさせていただきます。先ほど話した工場勤務の C 君、非常に周りの皆様からも可愛がられて、仕事もうまくいき、定着していきました。3ヶ月のトライアル雇用の間に、いろいろと工場長とお話をさせていただき、C 君ともお話をさせていただきました。そして問題があれば、その都度話し合って、いい方向になるように改善をしていきました。特にジョブコーチがしっかりと間に入って C 君の補佐をしてくれたということが非常にうまくいく要因になったかなというふうに思います。このように障害者の方が明るく健康で従業員皆さんの役に立って、それが利益に結びついていくというケースも結構あります。しかし、初めから先入観を持って認識が
障害者に合うような業務がないからということで否定的に考えているところでは、そういう結果は生まれてこないと思います。働いている C 君の姿は非常に明るくて美しい姿だと私は思いました。その後定着指導もうまくいき、C 君はそこで努めていくことができていっているというような状況になりました。ご家族の方からも非常に C 君が楽しく職場に行っているという話をお聞きして、本当に良かったなというふうに思っています。労働生産性が高まるということは、ただ単に業務がうまくいっているということだけではなく、働いている労働者の方が非常に働きがい、生きがいを持って働いている、従業員満足が高いということが非常に大切なことではないかなというふうに思っております。障害者の C 君の雇用を考えてみると、これからの社会の中でどのように障害者雇用をうまくやっていくのか、これが私たちの課題ではないかなというふうに思っています。本日も長時間にわたりご視聴していただきありがとうございます。ご意見や共感する内容等についてコメントがあればよろしくお願いしたいと思います。また、引き続き視聴していきたいなと思っている方は、ぜひともチャンネル登録をしていただき、ご視聴していただけるとありがたいなというふうに思っております。本日もどうもありがとうございました。